柴田勝家のその後。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ信長の弔い合戦に遅れたのか。柴田勝家は織田軍団の最長老であったが、清須会議で羽柴秀吉に実権を握られ、最後は妻のお市の方と北の少城で爆死した。柴田勝家の生涯を詳しく見ていこう。柴田勝家は尾張の国上八代村出身の武将だが、柴田氏に関する正確な資料が残されていないために、生年などは不詳である。勝家は若い頃から織田信長の弟織田信雄の家老を務めていたことから、柴田氏は代々織田氏に仕えていたと考えられる。織田信雄の名前は長く織田信行とされてきたが、最新の研究では信雄であることが判明している。織田信雄は1556年弘治2年、家老の林秀貞と組んで兄の信長に反旗を翻すが、家老の勝家も加担する。ところが信雄軍は伊能の戦いで敗れた。勝家は信長が軍略的天才であることを見抜き、以後は信長に心中したと言われている。そのため再び信雄が謀反を起こそうとすると、勝家は信長に知らせたため、信雄は信長に討ち取られている。柴田勝家は姉妹が佐久間氏に嫁ぎ、佐久間盛政を生み、織田軍団の宿老滝川一益とも姻戚関係を結ぶなど、支援血縁を活用して強固で強力な軍団を構成した。勝家は美濃攻めでは森吉成と活躍。滝川一益、丹羽長秀、羽柴秀吉とともに織田四天王と呼ばれた。1575年天正3年、勝家は越前一向一揆の討伐戦で功を挙げ、越前に封じられた。越前の大部分は勝家が領し、残りを府中三人衆と言われた不破光晴、佐々成政、前田利家が支配した。ところが佐々成政は伊能の戦いで兄や血縁者を勝家に討ち取られていたため、勝家を仇敵として恨んでいた。そのため以後、柴田軍団内には内紛が絶えなくなったと言われている。越前は信長が朝倉氏を滅ぼした後、旧朝倉家臣に任されていたが、家臣の内紛に一向一揆が絡んで一揆持ちと言われる一揆勢力に支配されていた。さらに上杉氏と一揆勢力が手を結んだために、勝家は統治に数年を要している。1577年天正5年、勝家は手取川の戦いで上杉謙信に敗れたが、謙信の死後に上杉氏に内紛が起こり、加賀と能登を平定している。本願寺と信長の講和が成立。大阪退場の条件には、加賀国2郡を本願寺へ返還することが条約には含まれていた。1580年天正8年、信長は表向きは本願寺との戦闘を中止させたが、勝家は引き続き加賀での戦闘を継続させている。1581年天正9年、勝家は骨休みのために上洛して信長の宿泊する本能寺を訪れ、莫大なお土産を持参している。
信長は見返りに勝家に織田家の家宝である上口の釜という名物を与えている。この時柴田勝家は嫡男の正室に信長の娘を迎えて一門衆に加わり、勝家は絶頂期を迎えた。1582年天正10年、武田軍との戦いにも圧勝した織田信長だが、本能寺の変で明智光秀に討たれた。柴田勝家はちょうど上杉氏の魚津城を落城させたところであった。しかし上杉氏の凋落が続き、軍団内に内紛が尽きないために信長の弔い合戦に駆けつけるのが遅れ、羽柴秀吉に先を越されてしまった。そのため挽回を狙った勝家は信長の宿老を集めて後継者を決める清須会議を開催する。ところが秀吉は丹羽長秀と池田恒興を味方につけて、信長の嫡孫三法師後の織田秀信が後継者に決定する。秀吉は勝家の機嫌を取るためにお市の方を御祭に迎えることを認め、長浜城を与えている。柴田勝家は織田信孝をいただいて足利義昭を擁する毛利氏、そして長宗我部元親、徳川家康と連携しようと試みたが不調に終わった。羽柴秀吉は勝家が北の庄城で冬ごもりしている間に裏切り工作を進めたため、翌1583年天正11年4月の賤ヶ岳の戦いでは勝家に圧勝した。戦いに敗れて北の庄城に引き上げた柴田勝家は、最後には織田信長から拝領した名物を並べて夜を徹して家臣たちと終焉を催したと言われている。勝家は正室のお市の方に3人の娘たちと落ち延びることを勧めたが、お市の方は拒否した。そしてお市の方は秀吉に3人の娘の保護を求める書状を自らが書き、娘たちを逃している。柴田勝家はお市の方と天守に登り、仕掛けさせた大量の火薬に火をつけ、華々しく散ったという。柴田勝家は60歳前後だったと言われている。家臣には勝家を慕う者が多く、80名余りが殉死した。勝家は一人の老婆にお市の方との最後の模様をすべて見届けさせて、羽柴秀吉に伝えさせたという。